こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。昨日から始まりました新コーナー。本編には関係ないけど、僕にとっては大事な話はこのラジオの最後にお話しします。そちらもお楽しみに。さて、今日のテーマはですね、内向型ミニマリストが生きるのが圧倒的に楽になる人生設計のヒント20というテーマで、いつもよりボリュームをたっぷりお届けしようと思います。皆さんは毎日生きるのがしんどいな、社会のスピードが速すぎてついていけないなと感じることはありませんか？特に僕のような内向型や HSP の人は真面目で周りの刺激をキャッチしすぎてしまうので、普通に生きているだけでも脳のメモリがパンクしがちなんですよね。そこで今回は僕が実際に生活費月11万円で小さく暮らす中で見つけた人生をイージーモードにするための20個のヒントを3つのステップに分けてじっくりとお話ししていきます。今日の放送を聞き終える頃には、あなたの肩の荷がスッと降りて、これからの生き方がものすごくクリアに見えてくるはずですよ。それでは、まず最初のステップ、お金と仕事の設計について7つのヒントをお話ししていきます。1つ目のヒントは、生活コストを先に下げるです。いつも話していることではありますが、多くの人は今の生活を維持するためにもっと稼がなきゃと考えますが、それは順番が逆なんですよね。先に生活コストをミニマムに下げておけば、生きるために必要な稼ぎが少なくて済むので、働く労力を劇的に減らす大前提になります。二つ目のヒントは、手取り15万を勝ち組の基準にするです。世間のもっと上を、もっといい家をという普通の基準を疑ってみてください。手取り15万円でも生活費が11万円なら毎月4万円も余るわけです。時間と心の自由がある手取り15万は、心がボロボロの年収1000万より、僕たちの世界では圧倒的に勝ち組なんですよね。3つ目のヒントは、稼ぐ能力より使わないスキルを磨くです。新しく1万円を稼ぐには、上司に気を使って何時間も労働する必要がありますが、不要なサブスクや見栄の出費を1万円削るのなんて、スマホの設定を5分いじるだけで終わりです。しかも浮いたお金には税金もかかりません。使わないスキルの方が圧倒的にコスパがいい生存戦略なんです。4つ目のヒントは、週休3日は会社に頼まず、自分の固定費で作るです。会社が週休3日制を導入してくれないかなと待っていても人生は変わりません。家賃や固定費を徹底的に削って、週に4日働けば生きていける状態を自分で作ってしまえば、誰の許可もいらずに今すぐ週休3日の生活が手に入ります。5つ目のヒントは、サイドファイヤーを人生のセーブポイントにするです。何千万円も貯めないと早期リタイアできないというのは単なる思い込みです。生活コストが低ければ少しの資産運用と1日2、3時間の好きな仕事だけで生きていける優雅なサイドファイヤーには今すぐ到達できます。ここを人生のセーブポイントにすると一気に安心感が生まれますよ。6つ目のヒントは、雇われない働き方の選択肢を小さく持っておくです。僕のように Kindle 出版やノートなど、パソコン1台で誰にも会わずに一人で完結する小さな収入源を作っておく。たとえ会社員であっても、この孤独に稼げるシェルターがあるだけで、人間関係のプレッシャーが驚くほど軽くなります。7つ目のお金と仕事の設計は、なんとなくの支出の蛇口を完全に閉めるです。コンビニでなんとなく買うペットボトルのお茶、惰性で行く飲み会、使っていないジムの会費、傷つきやすい僕たちの世界では、こういうあなたの心を本当に満たしてくれない小さな穴から、お金もエネルギーも漏れ出ていきます。まずはこの蛇口をキュッと完全に閉めましょう。ここからは2つ目のステップ、人間関係と環境の設計について7つのヒントをお話ししていきます。8つ目のヒントは、ぼっちを大歓迎するです。
世間では友達が多い方がいいと言われますが、内向型の僕たちにとって一人の時間というのは最大の充電タイムなんです。誰にも気を使わない究極の孤独を愛せるようになると、心が本当に整っていきますよ。9つ目のヒントは、誘いを断るマイルールを決めておくです。気が乗らない飲み会や集まりに誘われた時、どうしよう、なんて言って断ろうと悩む時間がもったいないですよね。夜の集まりには行かないとか、体調第一にするといったマイルールを初めに決めておけば、脳のメモリを消費せずにさらっと断れるようになります。10個目のヒントは、メインクエストは放棄していいです。世間が良しとする盛大な結婚式、マイホーム、出世といった人生のメインクエスト。これらを揃えようとすると、何千万円もの借金や不毛な競争に縛られます。そんなものは最初からなかったことにして、サクッと放棄して大丈夫です。11個目のヒントは、東京だけが世界じゃないと知るです。都会の高い家賃のために、毎月身を削って働くのって本当にしんどいですよね。地方都市の隅っこに移住してみると、家賃は半分以下になりますし、静かで穏やかな時間が流れています。地方移住という選択肢を持っておくだけで、視界が一気に広がります。12個目のヒントは、逃げ癖ではなく危険察知能力として肯定するです。仕事が辛くて辞めたいけれど、逃げ癖がつくのが怖いと悩む必要はありません。限界を迎える前にその場から離れるのは、心が潰れないための素晴らしい危険察知能力なんです。さっと戦略的に撤退しましょう。13個目のヒントは、普通の人を VIP だと思って割り切るです。ガツガツ稼いで高級品を買って人付き合いを大満喫しているタフな普通の人たち。彼らは自分とは違うものすごく入場料の高い VIP コースを歩んでいる別世界の住人なんだなと割り切ってしまえば、他人と比べて嫉妬することもなくなります。14個目の人間関係と環境の設計は、幸せの外注化をスパッとやめるです。他人の目を気にしてブランド品を買ったり、トレンドを追いかけたりして、自分の幸せの基準を他人に委ねる消費はやめましょう。承認欲求を断捨離して、自分の半径1メートルの平和だけを大切にすればいいんです。それでは最後のステップ、暮らしとメンタルの設計について6つのヒントをお話ししていきます。日々の脳の疲労を極限まで減らし、毎日をイージーモードにするための心の習慣です。15個目のヒントは、やりたいことよりやらないことをリスト化するです。人生に何かを足そうとするから疲れてしまうんですよね。満員電車に乗らない、見栄を張らない、夜更かしをしないといったやらないことリストを作る方が余計なノイズが削ぎ落とされて本当の自分が現れます。16個目のヒントは、至福の制服化はモノトーンから始めるです。毎朝今日何着ようと選ぶ決断の回数は脳の CPU を激しく消耗させます。僕はクローゼットの服を黒い服13着だけで統一していますが、まずは白や黒のモノトーンから制服化を始めてみてください。朝の脳疲労がきれいにカットされて、驚くほど快適になりますよ。17個目のヒントは、退屈な日常を最上の贅沢と定義するです。毎日刺激的なイベントがなくても、自分で入れる美味しいコーヒー、図書館で静かに読む本、公園での散歩があれば十分幸せです。お金がほとんどかからない。この退屈で静かな日常こそが、僕たちにとって一番の贅沢なんですよね。18個目のヒントは、もったいないの意味を物から自分の時間に変えるです。まだ使えるから捨てるのはもったいないと使わないものを溜め込むのは、そのものを維持するために自分の部屋のスペースや片付ける時間やエネルギーを奪われているので、よっぽどもったいないんです。手放すことは未来の自分の時間を買い戻す投資なんですよね。19個目のヒントは、人生をただの計算問題として淡々と捉えるです。将来が不安なのは、自分が生きていくのにいくら必要なのかが見えていないからです。僕のように月11万円あれば笑って暮らせるという数字が確定すれば、老後の不安もただの算数の計算問題に変わります。数字は僕たちの心を優しく守ってくれる盾になります。最後の20個目のヒントは、マラソン型の人生を歩むです。
毎日 100% の力で全速力で走ろうとするのは途中で燃え尽きる原因になります。僕たち内向型や HSP は周りと競い合う短距離走のレースからはそっと降りて7割くらいの心地よい力で淡々と走り続ける。少し肩の力を抜いた方が結果的には遥か遠くまで行けますよ。というわけで今回は生きるのが圧倒的に楽になる人生設計のヒント20についてたっぷりとお話ししました。一気に全部をやろうとせず、まずはスマホの不要なアプリを一つ消すとか、今日着なかった服を一着手放してみるとか、あなた自身のサイズに合わせた小さな一歩からゆるく始めてみてくださいね。少しずつ人生をイージーモードにシフトしていければ100点満点です。さて、ここからは新コーナー、いわゆる余談のコーナーです。今回は人生のヒントになる一通のコメントをご紹介します。田中さんのラジオを聞いていて、普段心の中のモヤモヤや楽しかったことをそのままにせず、ノートへの投稿という形で消化させたら一石二鳥かなと思い、真似してノートの執筆を始めてみました。Kindle で出版までいけたら最高ですけどね。今は稼ぐためというよりも、今までのいろんな気持ちを整理して、心の断捨離のためという感じです。もともと黙々というか、コツコツという感じの作業が好きなので、書くことでメンタルが安定するなんて思ってもみなかったです。田中さんのラジオに出会えて本当に感謝しかないです。応援してます。というコメントでした。僕、これを読んで何が嬉しかったかというと、ラジオきっかけで新しい取り組みを前向きに始められたというところです。ぶっちゃけ人生を変えたいと思って何かを始めるにはかなりのエネルギーを消費するじゃないですか。ほとんどの人が何か変えていかなきゃなって思っても行動できないのはここだと思うんですよね。でもそれを田中もノートとか Kindle とかやってるし、やってみるかって思ってフットワーク軽く始められた。それって本当に素晴らしいし、そういう人こそ少しずつでも確実に今より良い方向へ人生が進んでいくんだろうなって思います。あと僕が最近悩んでいたことにもリンクしていて、僕の生き方ってやっぱりリアルではなかなか理解されづらいです。小さく暮らして発信と執筆と配達の個人事業で生きている。普通じゃないことは確かですよね。僕自身はそれでいいと思ってもあまりにも理解されないので、ちょっと寂しい思いをしたりもするんです。でもこうやってラジオを聞いてくれる人の中で、僕のような働き方とか生き方に興味を持ってくれて挑戦してくれる、そういうのって理解者であると同時に仲間なんですよね。なのでいつかそういう社会の B 面の住人、ゆるく生きるスローライフ、ゆるい隠居などを実践している人たちのコミュニティなんか作れたらなぁと妄想したりしています。実現できたら面白そうじゃないですか？ぜひ実現してくれって思ってくれた方はグッドボタンで教えてください。ではではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。またスレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。